はい、皆さんこんにちは。こんにちはでいいのかな。無職神谷秀樹です。よろしくお願いします。皆さんからたくさん質問いただいているのでお答えしていきたいと思います。一番楽な動画の撮影です。はい、じゃあ1問目からいきましょうか。漫画とアニメのおすすめ。そうですね、漫画、最近は僕漫画も読まないしアニメもほとんど見ないかな。だからおすすめって言っても難しいんですけどね、昔だったらね、昔の漫画だったら皆さんもお好きなジョジョとかね、ジョジョはもう僕リアルタイムで、ジャンプで連載始まった時から読んでますし、荒木宏彦さんの作品で言えばデビュー作かな、魔少年ビーティーから僕好きで、ゴージャスアイリンも読みましたし、あと馬王ですね。一番最初にね、荒木宏彦さんの作品に触れたのは馬王来訪者ですね。あれがね、残念ながら2巻で終わっちゃうんですけど、とても僕好きな作品ですね。なのでその後ジョジョの連載が始まって、あの人毎回作風変えてくるのはすごいなと思うんですけど、物語も絵柄も毎回作品ごとに変えてきてクリエイティブが高くてすごいなと思うんですけど、そのジョジョが第3部になった時に舞台が現代になったんですね。ずっと古い時代の話だったんですけど、第3部から現代劇になった時に、これは絶対馬王と、読んだ方ご存知だと思うんですけど、馬王って仮死状態になって終わってるんで、これはもう絶対馬王が蘇って丈太郎たちと出会うような何かコラボレーションがあるって僕はすごい胸をときめかしたんですけど、そんなことは永遠に起こりませんでしたね。そんなことはさておき、あとは特別語る作品としたら寄生獣ですかね。寄生獣は映画化もされましたし、アニメ化もされたのかな。実写映画の方は僕見たんですけど、アニメはちょっと見てなくて、一番好きなのはコミックスの方なんですけど、実写映画版もねすごいよくできてたんですけど、寄生獣で初めて漫画で何て言うんですかね、ページを送るのにすごいドキドキするっていう体験をして、寄生獣読むまでその体験したことなかったんで、そこがすごい記憶に残ってますね。漫画って自分のペースでペラペラ読み進められるんで、映画と違って待つってことがないエンターテインメントだと思うんですけど、寄生獣のね2巻だったかな、お父さんとお母さんが旅行に行って新一君は家に留守番してるんですけどっていうことを言ったらね、どの場面のことかは読んだ方は分かると思うんですけど、ちょっとネタバレに、ならないようにあまり詳しくは言わないんですけど、あそこのねエピソードの時に酒の上で新一のお父さんとお母さんが話してる場面で、もう本当にねページをめくるのが怖かったですよね。めちゃくちゃ心臓バクバクして、ああいう感覚を覚えたのは寄生獣が初めてだったんで、今でも記憶に残ってますね。あとはそうですね、今集めてる作品で言ったらバスタードもねめちゃくちゃ面白いんですけど、萩原和志さんでしたっけ、なんか全然続き書いてくんないんで、続きの単行本が出ないんですよ。なんか何年に1回とかしか出なくて、ちゃんと完結させてほしいなって思いますよね。僕も人のこと言えないんですけどね。作品はね世に出した以上ちゃんと終わりまで楽しみたいですよね。バスタード最新刊待ってます。あと何があるかな。あと今集めてるので言ったら宇宙兄弟はずっと集めてますね。あとねザ・ファブル、この間終わっちゃったけどあれも集めてましたね。あとなんだっけな、女子柔道部物語もすごい面白かったんで、女子柔道部物語も今集めてます。あとあれだ、最近は僕漫画読まない。山口孝之さんの月光仮面、あれは集めてますね。この作者の作品は一番最初に読んだのが僕覚悟のすすめなんですけど、でそれから順番どうだったかな、シグルイとか F の7人とかエクゾスカルゼロとか、あとあれか悟空道、あの人の作品はずっと追ってるんで、月光仮面もねすごい作品ですよね。僕がね偉そうに語るのもおこがましいんで言わないですけど、いやーあの人らしい作品だなという感じですね。F の7人のF の7人の終わり方がすごい残念だったんで、ちゃんと終わりまで責任持って書いてほしいですよね。月光仮面も期待してますね。そんなところかな。なんか忘れてるかもしれないけど、アニメはほとんど見ないんだよね。こんなん言ったらなんかまたみんなに悪口言われるかもしれないけど、鬼滅の刃も人に勧められて
見始めたんですけどちょっとハマんなかったですね。コミック読んだことなくてアニメの方がいいよって聞いたんで、じゃあアニメすごい話題になってたんでアニメ見てみるかと思ってアニメ見て、これどこまで見たら面白くなるんだろうなと思ってずっと見てて、勧めてくれた人にこれどこまで見たら面白くなるのって聞いたら、なんだっけ、なんとかっていう敵のボス、鳩めっちゃ集まってきて餌ないよ、餌ない、ごめんね。そうそう、なんか敵のボスがいて、鬼なんだよね、あれね。鬼のなんかボスみたいな人と出会う場面があって、そこからめちゃくちゃ盛り上がりますよっていうふうに教えてもらった時にはもうその地点を僕過ぎてたんで、あ、俺はこれハマらないやつだなと思って見るのやめましたかね。そんな他の作品のディスりは別に入れなくていいか見てんの分かってないんかい。ディスんな、俺以上にディスんのやめて。まあそんなとこですかね。じゃあ次、日本のベストストリートフード。日本のベストストリートフード何？道端でしょ、たこ焼きとか、大阪だったらあと何、お花見のね季節だったら屋台いっぱい出てるんで、俺ねイカの姿焼きが好き。イカとあとね焼きとうもろこし、あれうまいよね屋台で食ったら何でもうまいんだけどね。日本で常に外で食べられるもんって、俺ちょっと関西に染まりすぎたからかもしれないけど、たこ焼き、お好み焼きくらい。他なんかある？唐揚げ？あ、唐揚げあるか。唐揚げはねうまいよね。俺も外国人の知り合いとかによく聞くんだけど、日本の居酒屋最高だって言うよね。でやっぱ日本の居酒屋といったら唐揚げ定番じゃん。唐揚げはそれはもう外れないですよね。っていうか居酒屋絶対ね楽しんだらいいと思うよね。居酒屋ってさ、ああいうスタイルのってあんま海外なくない？ないよね。だからね、そう知り合いでイギリスから来た人がすごい居酒屋好きだ、居酒屋めっちゃいいから日本から離れたくないとかって言ってて、確かにねイギリスで飲むって言ったら全然雰囲気違って、パブ行ってお酒飲んで、向こうってほら一杯飲むごとにお金払ってカウンターでっていうスタイルじゃん。であんまり食べ物はそんななくてチップスみたいなもんくらいでさ、で日本は結構ねいろんな料理がっつり食えるからね、まあ、ストリートフードっていうか居酒屋おすすめですよ。日本の居酒屋最高ですよ。あとはせっかく日本来るんだったらラーメン、日本のラーメンうまいよね。あとまあ大阪なんだったらお好み焼き、お好み焼きもうまいですよね。普通に俺のうまいもの話になってるけど、俺ね東京の立ち食いそばあれ好き。もっと言えばかき揚げそばね。そばも関東と関西で味が違うのよ全然。関西ってだしベースの味で、東京は濃い濃いの醤油なんだけど、俺関東文化で育ったから関東の濃いめのそばが好きかな。だからとりあえず日本のどっか駅に着いたらその辺の立ち食いそば食ってみたらうまいと思いますよ。あとね日本のカレーってさ、日本ですごいカスタマイズされててさ、あれインドの食べ物だっけ？なんか全然違うじゃん日本のカレーって。あれはねぜひ日本で味わっていただきたいなと思いますよね。まあその辺の店適当に入ってもそこそこうまいんじゃないかなと思うんで、こんなとこですかね。じゃあ次の質問、シューティングゲームベスト 5？ シューティングゲームベスト5か。この人もいくつか挙げてるけど、グラディウスね。グラディウスはもうシューティングゲームの金字塔でしょう。横スクロールシューティングのグラディウスについて語ったら俺ちょっと長くなるんでね、あのゲームのね人知れず何が素晴らしいか偉大かって、今でこそシューティングゲームに限らずどのゲームもステージが移り変わっていくといろんなバリエーションある場面になっていくじゃん。いろんなアイデア、いろんなグラフィック、今でこそそれが当たり前で、むしろそういうのがユーザーに対するアピールポイントになったりしてるんだけど、昔ってずっと真っ暗な静かな画面だけが淡々と続いていくっていうゲームが多くて、だからそこにああいう毎回ステージごとにデザインが変わるっていうのを持ち込んだっていうのは僕はすごい革新だなと思っていて、でしかもねステージ1は火山のステージで、ステージ2は遺跡のステージ、ステージ3はモアイのステージ
っていう風にどのステージもなんていうかね神秘的なんですよね。ものすごく絵を見てるだけでこれってどういう星なんだろうというかどういう場所なんだろうどういう世界なんだろうっていうことを想像力をかきたてられるっていうか、例えばステージ1もパッと見たら洞窟のステージを進んでるのかなと思いがちなんですけど、洞窟とは思えないような巨大な山があって山の麓には木が茂っていてっていうどう見ても外なんですよね。じゃあこれは洞窟じゃないのかと思うとでも上にも地面があるっていう。でその奥の背景には星が流れてるんでああ洞窟じゃないなっていうなんかね不思議な世界観っていろいろね当時僕中学生の頃だったと思うんですけど初めて遊んだのがいろいろこれどういう世界なんだろうなって考えましたよね。星と星がこう接してるこの部分のステージなんだろうかみたいなね深く考えちゃったんですけど本当に奇抜なステージがバラエティに富んだステージが展開するんでそこがねすごいなと思いますね。そこだけでももっと語れるんですけど他にもグラディウスの偉大なところってもう BGM もねステージごとに BGM 変わってねっていうのも当時は珍しかったですよね。これも今では当たり前ですけどね。だから今当たり前になってるスタンダードになってることをね最初にやり始めたパイオニアっていうのはそれだけで僕はもう偉大だなと思います。5つ挙げなきゃいけないのか。グラディウスと何ある？ガルディアはね最後に言おうと思ったんですけど忘れないうちに言っときましょうか。ガルディアはよくある有名なゼビウスのねフォロワーのゲームでシステムもほぼほぼゼビウスなんですけどゼビウスが照準に向かってボムを落とすのに比べてガルディアの場合はボムそのものが照準になっていてなのでボムボタンを押した瞬間に炸裂して瞬時に地上物を破壊できる照準に向かって弾が落ちていくっていうタイムラグがないのとゼビウスの場合ってスクロールがどんどん迫ってきて照準よりも画面下の方に来ちゃった地上物に対してはもう照準合わせようがないんで破壊できないんですけどガルディアの場合はボムを空打ちすると次のボムが補充されるんですね。磁気から飛び出していってその飛び出していく過程でもボムを炸裂させられるんで自分の手前まで迫った地上物も破壊できるっていうちょっと言葉で説明すると難しいんですけどこのシステムがね地味だけどすごい斬新だなと思って当時熱狂して遊びましたよね。あとはね 3D シューティングもねここに入れるんであればスペースアリアは外せないですよね。あれを初めて雑誌で見た時にものすごい美麗なグラフィックだなと思ったんですけど美麗なグラフィックをゆっくり楽しみながら敵をシュートするゲームかなって想像してたんですけど初めてゲームセンターで目撃した時ってものすごいスピードで迫ってきて敵も障害物もその時誰かが遊んでるのを後ろで見てたんですけどものすごいスピード感に圧倒されちゃってこんなん絶対クリアできないとこの人めちゃくちゃ上手くて多分これ最終ステージなんだなって思いながら見ていてコインを入れるのも自分でプレイするのもためらっちゃうほどだったんですけど後々自分がスペースハリアーをやり込んでいって思い返してみるとそれはまだステージ2に過ぎなかったっていうくらいもう本当にステージ1から迫力たっぷりに迫ってくるボスからもう何もかも圧倒するんですよプレイヤーを。迫力臨場感は群を抜いてましたよね当時。だからスペースハリアーはノーミスでクリアできるくらいまでやり込んだんですけど外せないでしょう。俺まだ3つしか言ってないよね。あと2個何あるかな何あるかなあとね僕が特別好きってわけじゃないんですけど偉そうにものづくりをする人間の立場から評価するとR タイプですね。R タイプは本当にあの時代グラディウスが隆盛を極めてサラマンダーグラディウス2ってコナミが続編を連発していって横スクロールといえばグラディウスシリーズっていうような勢いだったんですけどそこにね突然現れた超新星というかパッと見横スクロールのシューティングっていうところでは同じスタイルなんですけどやっぱり皆さんご存知だと思うんですけどフォースっていう磁気の先端に攻撃支援デバイスみたいなのがつくんですよ。これが僕もね初見で見た時にグラディウスで出てきたバリアですね敵の弾を遮るためのバリアが張ることができるんですけどなんかそれにルックは似てるなと思ったんですけどそれをより分離して敵に飛ばしたり自分の後方につけたりですね戦略的に使うことができるっていうのはそのギミックがやっぱりゲームデザインとしてものすごくユニークだなって思いましたよね。ただ撃つだけじゃないっていう自分で撃つだけじゃない何かを使って戦略を組み立てるっていうのはものすごくユニークだなと思いましたよね。だから R タイプ以降似たような
次期支援アイテムみたいなものを使って攻略するっていうシューティングゲーム増えたんじゃないですかね。っていうくらい R タイプがユーザーに対してもゲーム作りの人たちに対しても与えたインパクトっていうのは大きかったんじゃないかなと思いますね。あと何かあるかな。好きなので言ったらアフターバーナー好きでしょ。 3D シューティングすごい好きだから、ファミコンのディスクシステムで出てたファルシオンっていうゲームもあれノーミス2周クリアできるくらいまでやり込みましたかね。あれもすごいよくできてましたよね。あと何かな。まあでもやっぱりグラディウス、 R タイプ、スペースアリア、この3つはね3大シューティングと言っていいんじゃないですか。ここによくねダライアスが加えられるというか、ダライアスも人気なんですけどね、僕ね当時からダライアスはちょっと残念だなと思っていて、ゲームデザイン的にはねなんていうか特に個性的なものはないんですよね。あれハードウェア的に画面が3画面並んでるっていうところで派手さはあったんですけど、3画面あるからゲーム性がこうっていう、その3画面あることが何かゲームの遊びに生かされてないというか、それはね当時子供の頃から残念には思ってましたね。今自分がゲームデザイナーになってみると、例えばせっかく3画面、今はね普通に1枚の大型スクリーンで表現できちゃうと思うんですけど、当時は4対3のブラウン管3つ並べてワイドスクリーンを表現してたんですけど、せっかくね独立したブラウン管3つ使うんだったら、それぞれの画面に移動することによって何か自分の攻撃性能が変わるとか、だから戦略的に前方の画面に行ったり真ん中の画面に行ったり後ろの画面に行ったりということをするで戦略を組み立てるみたいなことがあるんであれば、3画面っていうことがゲームデザインに生きてすごいユニークなゲームになったんじゃないかなとか、ゲームデザイナーになった今はよく考えますかね。そんなとこですかね。めちゃくちゃ喋ってる。24分まあ3問ですか。めちゃくちゃ喋りすぎちゃったんで、一旦じゃあこの3問で今回は終わりにします。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。